イズでどこまでがサプライズなの？聞いてけばよかったな。サプライズね。フラッシュモブフラッシュモブだね。フラッシュモブ嫌だ。フラッシュモブ。他人を巻き込まないほしいの私。ああ、なるほどね。あれだったらいいよ。さっき言った横ちゃんのデザートプレート持ってくるとか、そこら辺は全然嬉しいでしょ。じゃあさ、例え職業だばじゃあその知らない人がいっぱい来るのは嫌としてさ、フラッシュモブは嫌として、自分のなんか親戚とか古い友達とかに隠れて連絡して見てよ。連絡してて、だけ KY なのって思うよ。だってその人が会いたい人かどうかなんて分かんないじゃん私が。絶対に。ままあね、その自分の彼が、そのまあ自分の今まで仲いい人をみんな把握してたとして、例えばみんな把握してたとして、その仲いい人たちだけをうまいこと呼んで、でももちゃんが帰ってきたらサプライズって言ってみんながいるっていうのはどう？ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。ハッピーバースデーのバージョンでいいそれ。公開プロポーズとかじゃなくて。シチュエーションによるの。プロポーズだったら違う。プロポーズだったらふざけんなって。だって断るかもしれない可能性を見て断りにくくされてるみたいなね。そう誕生日だったら嬉しいかもね。でも呼んでくれてる人によるよね。やっぱり誕生日だったら嬉しいんじゃない？なんか本当に自分が仲いいなって思ってる人だけ。じゃあ嬉しいかもね。でも思うけど同時に呼ばれた人たちに対してごめん迷惑じゃなかったと思う。ああ、気になっちゃう。気になるよ。気になるでしょ。サプライズね。例えばすげえ手の込んだサプライズとかあるじゃん。なんかあるね。そう、玄関開けたらここになんかベランダに行けとかさ。行かない。行けよ行けよ。怖いじゃん、もう殺されるよねそれ。ベランダ行ったらまたあるんだよ。そう、お風呂に行けとか。めんどくさいよ。ワクワクしないの？する？なんだろうみたいな、何があるんだろうみたいな、ならない？怖いの？ちょっと怖々になるかもね。マイナス思考だな。そうかな。そもそもそんなに広い家じゃないから、どこどこに行けとかやってる間になんか本物のやつ見つけちゃいそうだしな。見つけちゃいそうだね。お風呂に行ってお風呂に行ってお風呂に行ってまだあってつって、それは一応付き合うかもしんないけど、その人のキャラクターじゃないやってる人の。それ二人きりだけの話なんだよね。でもね、まずさっきのより一人には迷惑かけてないからまだいいかなって。もうちょっと七面倒くさくないのがいいな。例えば七夕とかで願い事が書いてあるぐらいだったらいいんじゃない？それぐらい。願い事？例えばどういう願い？陽子と一緒にずっと入れますよ。なるほどね。それぐらいのパンだったら楽かも。なるほどね。キッチン行って風呂場行ってってちょっともうお願いしますって。あとまだ若いからいいよ。ちょっときついな私は。40近くなってたらちょっときついかも。もう寝たいんだ帰ってきたら。焼き抜きもういいや。早く寝たい寝たい。明日にしよう。寝たいけど気持ちは嬉しいかね。でも帰ってきておめでとうぐらいのケーキだったらすごい嬉しいんじゃない？普通が一番だよ。じゃあ一緒にいて普通に帰ってきたらおかえりみたいな感じで普通に過ごしてる中でやるんだったらいいよ。じゃあいいんだ。はい、ケーキやんってジョリッボブって言ったら指輪が出てくるぐらいの話でしょ。だったら嬉しいんじゃない？それだったらいいかもね。また二人っきりのがいいかもね。やっぱ人に迷惑かけてる可能性は結構きつくない？まあね。笑顔の他の友達が全員心が笑顔かはまた別の話じゃない？まあ確かにね。人に迷惑かけちゃダメよ。そっか。さ、うち海外のさ、なんかサプライズでプロポーズあるよね。がひどく失敗するパターンあるじゃんか。あるんだ。よくうまくいったバージョンばっかりが放映されるから、ニュースキャスター同士が生番組でプロポーズみたいな。そうなんの？あれとか、あと飛行機なんか旦那さんの恋人の到着をその空港で待ってた人が、飛行機から降りてくる人全員からなんかバラ渡されてく、どうも最後に彼が出てきてプロポーズみたいなあったよ。そこまでやるとすごいなと思うけど、すごいね。ふざけんなよと思いながらバラ渡してる人の中にいるかもしれないじゃん。いるけどそこまでやるとすごいなとは思うよ。でも外人だなとは思う。そうね。そういうんじゃなくてこっぴどく失敗するのがいっぱいあるの？めっちゃ面白いの。面白いんだ。めっちゃ面白いよ。なんかショッピングモールでその彼と彼女がこう2人で手つないで歩いてたら、楽器の演奏隊みたいなのが現れるわけで、そのカップルの周りに来るわけで、こうなんか歌いながら演奏してるわけよ。そしたら
その彼がこうひざまずいてなんかこうやるのよ。付き合ってんだよね、ちなみに。付き合ってる。そしたら彼女が演奏してる人のウクレレをパッて取ってガーンって頭殴って、あ、どっかに。やっぱそのサプライズが嫌だってことでしょ。そう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 。普通がいいんでしょ。普通がいい。ほらね。そうそうそう。でもフラッシュモブはな、なんていうかな、うちぐらいになってくるとっていうか、もうさ、世界的なダンサーしこたま見てるじゃんか。そこクオリティの話。クオリティの話。いやもうなんかそこじゃないでしょ。でダンサーの知り合いも多いからさ、それが例えばね、その確実にもうなんていうの、うちがイエスっていうの分かってる前提で、でかつそのうちの知り合いのダンサーとかにさ、連絡取って、でなんていうの、その知り合いのダンサーがみんなもう始めてくれたらやばい、それはやばい、うわーってなると思う。そこまではいかないと思うから、多分どんだけお金払わなきゃいけないんだろうね。そう、私みんな知り合いだから、そうなったらつまり中途半端なエキストラにやらせんじゃねえぞと。そうそうそう、あとうちの方がうまい。やっぱフラッシュモブって踊るの？おるんじゃない？あ、そういうことなんだ。じゃあきついわ。そう、なんだったらうちの方がうまいわっていう人も多分いるじゃん、その中に。多分ね。そうそうそう。あ、そういうことなんだ。気になっちゃう、ダンサーだから気になっちゃう。ダメだね。サプライズは自己満足じゃない、その人の。自己満足だよね。そうそうそう。でもどういうサプライズならいいかっていうと、やっぱさっきのケーキが出てくるぐらいの方がいいんじゃないの？ああ、サプライズか。うち別になんかこう、なんか急にハッピーバースデーが流れ始めて、それは全然いいよ。なんか店の人が歌っててとか、なんかケーキ持ってきてみたいな、おめでとうございますみたいな、それは別に、それも嫌な人いるじゃん、たまに。なんか注目を浴びるのが本当に嫌な人っているじゃん。いる。それは別に当事者になってもうちは別にいいかな。なんか周りでこのそのハッピーバースデーのなんか起きてもなんかおめでとうございますって言っちゃうし。でも自分は嫌だ。あ、自分嫌だ。普通にお店の人が来て、お店の人が歌ってくれて、ゆこちゃんとおめでとうって言ってるぐらいだったらいいけど、他のバンって暗くされて、全員巻き込むみたいなのは、おめでとうございますって隣の人には言えるけど、自分がやられたら嫌だ。えってマジかっつって、何歳になったんですか？37ですって。リアルだよ、本当に。無理、嫌だ。絶対嫌だ。考えるよと思っちゃう。ちっちゃいお店だったら、そういうのがいい。なんか隠れ家的なさ、そういうのがいいね。オーナーとかよく知ってて、お客さんも顔なじみでとか、誕生日なんだおめでとうみたいな、そんなのあったらいいよね。どっかでな、日本人のやってるのに感はあるかもしれない。それね、もう何にでも通じるね、やってんだからみたいな。でもなんか友達がさ、旦那さんが、スイート、友達って言っても先輩だけど、旦那さんがケーキ買ってきてくれて、スイート10だかスイート5だか忘れちゃったんだけど、その時に一番上に指輪が乗ってたんですよ。ラブラブっつって、それはなんかきっと微笑ましかったかな。しかも結婚してしばらく経つのにそれをやるっていうのはなんかちょっと旦那さんにジーンとはきたかもね。結婚してくださいでやる人はいるけども、5年10年経ってやるのは偉いかなと思って、それは嬉しかったみたいだね。あれ、女の子バージョンはどうなんだね。要は今、男の人がこういうふうにやってくれたら嬉しいだけど、女の人にサプライズされて嬉しいのかな。どうだろうね。まあパリピだったら嬉しいかもね。パリピだったらその自分にさ、その関心が集まるのが好きなタイプだったら嬉しいんじゃない？やっぱり。例えば陽子ちゃんにさ、今日誕生日だから、今からパリに行こうって言われて、さあ4泊5日だよって言ったら、いや前から言ってよって思うタイプかもしれないじゃん、陽子ちゃんが。ってやる可能性もない。嬉しいっていう風になる人もいるかもしれない。だったらそのために洋服とか買ったのにとか、そういうタイプの子もいるんじゃない？それなんていうの、向こうで好きなだけ服とか買っていいんだったらいいよ。多分違うと思う。そこまで手の込んでるやつだったらいい。でそんだけさ、人のなんていうの、人のスケジュールいきなりだったらさ、そのぐらいのフォローはしてくれないとダメだ。ちなみに私の親友は、前に付き合った人に、誕生日だからっつって、スキー場とかに行くと途中でケーキが出てきて、サプライズをしてくれたなんて、割り勘だったなんて。サプライズでさっきのケーキなんだけど
はい4000円みたいな感じで請求されていやーそこは払いたくないかな。でしょ。でその子歯医者さんなんだけど、今はね。で元の歯医者さん、その旦那さんの元彼氏も歯医者さんの歯科、その時学生だったんだけど、なんか金歯とか作るから、なんか指輪とか作れるらしいのね、その彫刻なんていうのねあれね。で作ってくれて、それをくれたんだって。私元手がかかんないかなってちょっと思って聞いてたんだけど、その要はケーキ半額買わされてくれたから、ちなみにレンタカーも半額なんだけど、で時に本ついてて、指輪と一緒に、自分が制作中の写真、自分の写真、作ってる途中で作ってる途中でみたいなのとか、夜食中とか、そういう写真が入ってて、でその指輪が作り上げられるまでの俺の写真、すごいサプライズだった私にとって。やばいね。そう来るとはすごかったよ。写真集、俺写真集。指輪のできるまでじゃない。まあ指輪できるまでの俺。すごかった。あれ今までで一番衝撃的だったかもしれないプレゼントだった。やばいな。気を引き締め直してみたいな、なんかこのタオル巻いて巻いたりしてる俺。全部俺。指輪出てこない。あれ一番びっくりした。指輪の経過見たい。まあとりあえずサプライズだったみたいな、全般的に。サプライズ成功タイプはやっぱり考えてるところが違うよね。そうね、準備期間とかもね。準備期間が違うね。そうなんかさ、そのプロポーズのすごいサプライズのやつでさ、彼女にプロポーズを決めてから、どのぐらいだっけ、100日だっけな、1年間だか毎日誰々僕と結婚してくれって書いた紙を持ってる自分を撮影してる、毎日、持ってるビデオを毎日撮りためてって、それをその何日目、100日目だから1年後かにそれを見せて、でそのまた紙を持って結婚してくれるかっつって言って、彼女大号泣で、ああよかった、断られたらどうしようかと思って今ドキドキして聞いてて、たまにその彼女が自分の後ろで化粧してたりとか準備してたりとか寝てるとか、そういう状態でもなんかこうやってなんか結婚してくれみたいな紙持って写って、毎日撮りためて成功してよかった。そう、まあ、彼が自分の気持ちを常にその何日かかない1年だから、狂いもなく君と結婚したいと思ってたんだよってことですよね。そうまあその間に喧嘩してるかもしれないし分かんないし、なんだけどっていうことなのかな多分、それはまあ確信があったんだろうね。確信がある、もう関係に自信がある、お互いに長く付き合ってて、でまあもしかしたらいずれしようねみたいな話してたかもしれないよね。でもいつって決めてなくってっていうんで、じゃあ今から1年後にしようって彼が決めてみたいな感じかな。ね、一日も揺らいでないんだもんね。それが嬉しいよね。それすごいよね。確かにそれは嬉しいかも。なんかさ、そのサプライズのプロポーズの質でなんとか結婚しようみたいなさ、魂胆が見える時ってあるじゃん。なんか夜景の綺麗なレストランに連れてってサプライズで花束して、こうすれば結婚してくれるだろうみたいな、なんかそれまでの自分たちの関係をとりあえず置いといてみたいな、これやればなんかそのボーナスポイントで、さっきのボーナスポイントでいけるんじゃないかみたいな。やっぱりさっきのプレゼントのエゴの部分、そうそれが出るのは嫌だってこと。そういうのが出ると、要はそのお互いの本質が見えてないからそもそも失敗するわけじゃん。どんな方法でもまあ失敗するだろうし、で多分そのお互いの関係がちゃんと見えてないのに、なんかそういうせこいなんかボーナスポイントを取ろうとするのがなんか見えすぎてて振られるパターンもあるんじゃない。そんなんでできると思ってるわけねみたいな。それはちょっとわかるね。付き合ってください編もそうだよね。そう確かにそうね。で大体さ、分かってない方はさ、花まで買ったのにとか言うんだよね。そこじゃねえ。じゃあでも断ってよかったってことなんだ。そうそこじゃねえっつね。サプライズね。そうね、エゴが乗っかったプレゼントもサプライズもダメだ。ダメ。バンジージャンプなんかされても嬉しくないしな。向こうがすんの、で
結婚してくださいさあいっつってちょっと帰るかもしれないさあいっつってもうブーンブーンブーンってさバウンドして面白すぎるでしょ。っつってるでしょ。そうそうそうどうかーっつってサプライズだ、サプライズだけどとかね。いやもうさ、サプライズとかさ、そこ行ってる時点で別にサプライズじゃないの。もう飛ぶんだ連れてかれて何ここ崖何みたいな橋何みたいな時にやめるわけ。あ、じゃあこっちは向こうがじゃあ俺ちょっとバンジーしたいわとか言ってる時に叫んでるってこと。そう何のことっつったらなんてっつってこっちがいつ返事すればいいのかもよくわかんないしそうだね。サプライズ調べたらいっぱい出てくるけど失敗したサプライズもいっぱいあるだろうね。めっちゃ面白いから面白いかな笑えないよ本当。私学生の時ビアガーデンで働いてる時さ、900人ぐらいのお客さんが来るようなぐらいのビアガーデンだった神宮前で。すごっ。そこでさ、付き合ってくださいだったんだと思うんだけど、うちらインカムとかつけててエリアに何かって、なんかプロポーズとかしたか付き合ってくださいって言ったぞみたいな、すごい大勢で飲み会してるような時にもう端から端に言ったみたい。端から端に言った。もう30人とか20人30人の席とかあるんだけど、もう付き合ってくださいみたいな、その知人の前全員の前でやったの。失敗ですっていうインカムで流れてるつれプロポーズではないと、付き合ってくださいだったんじゃないかなって。きつかった。さ、やっぱそこまでするってことはさ、なんか確信があったのかな。逆じゃない？勢いみんなの前であるから勢いつけようと思ってたの。断りにくくなる。やっぱりエゴの方なんだね。ボーナスポイントだ。ボーナスポイント。そっかそっかそっか。ものすごいダメだったけどね。逆にね、言われた方からするとお前直接言えよってなるよね。何30何何承認つけてんの。そうそうそうどうやって断ったんだろうね。無理って言ったのかな。無理って言ったらなんだけどごめんなさいかもしれないし分かんないね。私でエリア違うからインカムで流れてる時って言葉しか知らん。また30人通したのかな。無理って言ってっつって無理だってっつってそうあれはちょっとなみんなの前で焼いてもんじゃないよねと思って。そうだね。まあなんか若い感じするよね。若い感じする。でも今思うとそんなに若くなかったんだよな。本当。私20歳ぐらいの時で働いてて、多分今の横ちゃんより若干若いぐらいの人だったんじゃないかな。そんなにはまあまあ大人だよ。そっか。その30人は知り合いなんだよね。多分そう知り合いの飲み会だったと思う。そっか。じゃあみんなの前なら断りにくいパターンだね多分ね。断ったんだよね。断ったね。ノーと言える日本人。ノーと言えましたね。よかったです。よかったよかった。それははっきり言った方がいい。そういうサプライズはダメだよね。ダメだね。相手を喜ばせるためだったりとかはいいかな。そうそうそう。サンタの衣装を着てクリスマスに家に来るはどう？あ大丈夫だ。うちもあり。大丈夫だな。驚くかどうかは別として。おーサンタっつって。そう何をして驚くかはもう人それぞれだからね。驚くってことに関してはそうかもね。手品とかやられたらびっくりするかもしれない。そうね。あサンタだね。入るっつってね。メリークリスマス。あったかいそれっつって。ただ売ってるやつだから多分結構しょぼいサンタだと思う。そうだね。嬉しいかもね。じゃあサプライズはありってことか。あり派かな。私もあり派だな。じゃああり派。エゴが乗っかったらダメ。そうエゴが乗っかったらそれを潰すのも楽しいよね。楽しいだろうね。どうやって潰そうかみたいなニヤニヤしちゃう。なんかその場に居合わせたら気まずいものらしいんだよねやっぱり。潰された瞬間を見た。そうだね。だって内心すげえ笑いたいもんねそこね。笑えないよね。だよそりゃそうだよって思うと。振られてやんのっつって言えないよね。言えない。そのビアガーデンの時も周りが気まずそうだったっすやっぱそうなっちゃうんだって。そうだよね。じゃあサプライズはあり。いくつになってもあり。あり。オッケー。人を喜ばせるためならあり。喜ばせるためならあり。オッケー。さあいいね。
はいいところでまとまった気がするこれねうんこんな感じでいいっすかね。ですね。はい、お疲れ様でした。車の中でも撮りたいね。撮りたいね。いやいやいや。